皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では細かなところまでは伝えてくれません。ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢についての情報を更新していってください。最初に取り上げるニュースはウクライナ軍による遠距離攻撃。ウクライナ軍、ロシア南部の石油施設攻撃。最大のターミナルの一つ。ロシア側は船舶2隻損傷と公表。ウクライナ軍は黒海に面するロシア南部クラスノダール地方のトラプセ港にある石油積み出し施設を攻撃したと発表した。施設についてロシア国内で最大の石油ターミナルの一つだとしている。攻撃対象となったクラスノダール州の港はこちら。海上ドローンによる攻撃の場合は水色の線で示したルートが最短の距離だと考えられています。飛行機型のドローンであればクリミア半島を横切る形で到達することとなり、どちらにしてもロシアの守備範囲をかなり横切っての攻撃となります。同地方の非常事態当局は無人機による攻撃で外国船籍2隻で火災が起き損傷したと公表している。ウクライナ参謀本部はロシアの軍事・経済的な潜在力を弱体化させて侵略を停止させるためあらゆる措置を講じていくとしている。現地住民による写真がこちら。公表されているように港の施設で大火災といったわけではなく、港に停留していた船舶で火災が発生したようです。動画がこちら。爆発音が鳴り響くところを住民が撮影しています。港の方で火の手が上がり、それによって明るくなっている様子がわかります。爆発は何度か起こったようで、立ち上る煙が赤く照らし出されています。こちらは違うアングルで撮影された写真。なお爆発は1回だけではなかったようで、何度となく小規模の爆発が続いている様子が映像で残されています。さて、今回の攻撃ではウクライナ軍の国産兵器による攻撃だったと見られていますが、外部からの支援といったものも重要です。しかしトランプ大統領はここ最近話題になっていたトマホークの供与について否定的な発言をしています。ウクライナへのトマホーク供与、トランプ氏あまり考えていない。ウクライナへの長距離ミサイルトマホーク供与をめぐり、トランプ大統領はあまり検討していないと述べた。ロシアのプーチン大統領に戦争終結の準備ができていないことを示す決定的な兆候はないためだという。トランプ氏は記者団に対し、彼らは戦いを続けている。双方にとって厳しい状況だが、徹底的に戦わせなければならないこともあると語った。CNN は以前、国防総省がアメリカの備蓄に悪影響を与えないとの評価を下し、ウクライナへのトマホーク供与についてホワイトハウスに許可を出したと報じていた。アメリカ軍統合参謀本部はトランプ氏とウクライナのゼレンスキー大統領との会談直前、ホワイトハウスにこの評価を以前伝えていた。ゼレンスキー氏はロシア領奥地の石油エネルギー施設をより効果的に攻撃する狙いから射程が約 1600km に及ぶトマホークの供与を求めている。最終的にアメリカでウクライナに対して軍事支援を行うか行わないかの判断は大統領が決断します。トランプ大統領は就任して以来ウクライナへの本格的な軍事支援を拒んでおり、今回もまたその決定に揺らぎがないことを示してしまいました。ただ、就任して以来本格的な制裁は行ってきませんでしたが、つい先日初めてまともな制裁を行いました。ですから全くの希望がないというわけでもありません。どちらにしろバイデン政権よりもはるかに軍事支援のレベルは下がっており、トランプ大統領の存在はプーチン大統領にとって大いなる助けになってしまっています。一方、ヨーロッパ側からのウクライナに対する支援は継続的に行われています。イギリスは対ロシア攻撃用にウクライナに追加の巡航ミサイルストームシャドウを供給した。イギリスはウクライナがロシア奥地への攻撃を継続できるよう、ストームシャドウ巡航ミサイルをウクライナに供与したとブルームバーグが報じています。この決定は、冬を前にしてウクライナの兵器備蓄を補充するために行われました。イギリスのこの動きは、トランプ大統領が巡航ミサイルトマホークの供与を否定した発言と同時期に行われています。ストームシャドウミサイルはウクライナ軍によるロシア軍産複合体施設への攻撃にすでに役立っています。セルツォーにあるブリャンスク化学工場への攻撃に使用されました。この工場は火薬、爆薬、ロケット燃料部品を生産しています。ウクライナ参謀本部はイギリス軍のミサイルが
がロシアの防空システムを突破したと主張していました。ブリャンスク化学工場への攻撃はトランプ大統領がホワイトハウスに復帰して以来、ロシア国内の標的に対するストームシャドウミサイルの使用が確認された初の事例となった。イギリスは2024年秋からウクライナへの同ミサイルの供給を開始している。また、ドイツからもウクライナに対する支援は継続されています。ゼレンスキー大統領、ドイツによるパトリオットでの防空強化に謝意。ドイツとウクライナ間では、防空ミサイル、パトリオットミサイルの供与を以前合意しており、今回それが供与引き渡しの実行が行われたとのことです。これに対してゼレンスキー氏は、私たちはウクライナの防空におけるパトリオットの構成要素を強化した。私はロシアのテロから命を守るための私たちの共同の方策につき、ドイツとメルツ首相個人に感謝している。私たちはこの防空強化を一定期間準備してきており、今時合意が実行されたと発言した。冬を前にしてロシア軍からのウクライナ国内におけるインフラや民間人に対する攻撃も継続的に行われており、防空体制の強化といったものは欠かせない状況が続いています。一方で、トランプ大統領が初めてまともに実施したロシアに対する石油制裁の影響は徐々に影響が拡大しています。中国の製油所はロシアからの石油供給のほぼ半分をボイコットすると発表した。中国の石油精製会社はロスネフチとルクオイルを標的としたトランプ政権の制裁措置を受け、ロシア産原油の輸入を削減している。ブルームバーグによると、国営石油会社シノペックとペトロチャイナはすでにロシアからの原油購入を複数回キャンセルしており、今後も購入を控える方針だ。制裁を恐れる小規模な民間石油会社もこれに追随、イギリスと EU のブラックリストに掲載されている3トン有料石油加工もすでに制裁措置を受けている。制裁による注文キャンセルの動きはロシアから中国への原油輸出の約 45% に影響を与えている。この動きの広がりは極東産エスポ原油も標的にしており、価格下落を引き起こしている。制裁による影響がどこまで長期化するか、そしてどの程度の水準で落ち着くかはこれからも様子を見なければなりません。実際に制裁の影響によって今はロシア産原油の購入量を絞るというニュースが続いていますが、トランプ大統領の発言次第でインドや中国の会社が今までと全く同じように輸入を再開する可能性も残されているからです。ただし、ロシア産原油が世界市場に出てこないとなれば、むしろそれによって自分の国の市場シェアを拡大しようという考えが他の産油国にはあります。OPEC プラス諸国は10ヶ月連続で石油生産を増やすことを決定した。ロイター通信は OPEC プラスの声明を引用し、世界経済の見通しが安定していることと低い原油在庫に見られるような現在の市場環境が良好であることから加盟8カ国は12月に13万7000バレルの割り当て量を増やすことを決定した。4月から11月にかけて OPEC プラス加盟国8カ国は生産割り当て量を日量270万バレル以上増加させた。これは世界の供給量の約 2.5% に相当する。ただし、このような OPEC プラスの行動は常に石油価格を見ながらの動きとなります。石油価格が大幅に安くなってくると、これらの国々は生産量を低く抑えることによって価格の上昇をもたらします。ですから際限なく安くなるというわけではありません。しかしこのような全体的には原油価格が大幅に高騰するような状況ではないというのもロシアにとっては苦しい状況を生み出しています。ちなみに今年行われたウクライナによるロシアへの石油産業に対する攻撃は160回数えているそうです。ウクライナは戦争中ずっとロシアの石油施設を標的にしてきたが、ここ数ヶ月で攻撃を急激に激化させ、モスクワに燃料輸出の一時禁止を敷いた。ちなみにこのチャンネルではウクライナによる攻撃のその全てをお伝えしているわけではありません。主だったものについて取り上げているだけで、様々な場所施設に対する攻撃は継続的に行われています。現在のペースでの攻撃と標的の爆発炎上する様子といったものが今後も継続的に見られることができれば、ロシアに対する打撃は着実に深い傷を負わせることとなります。一方で、こうしたロシア本国に対する攻撃というものとはまた別に、戦場での戦いも継続的に行われています。戦争研究所の発表している戦況地図がこちら。この縮尺サイズでは全体の戦況にほとんど変化はありません。去年と今年は
似たようなものです。ただし、拡大することによって、より一つ一つの戦場における動きといったものは確認することができます。例えば、去年2024年から今年2025年にかけては、激しい戦いで最も名前が挙がったのはポクロウシクです。マウスカルソルで示したところがポクロウシク。1年前から始まったロシア軍による攻撃は徐々に街の周りを侵略することによって補給が困難になりつつあります。一方で一時期大きく突出したロシア軍の部隊に対しては反撃が行われました。それが街の北側、水色の部分で示している部分です。ここには以前ロシア軍が進出し、占領地域を拡大したと主張していました。これらについては今のところそのほとんどが撃滅され、かなり押し返すことができています。ただし、街の包囲を完全に解くような戦いではないので、この点についてはまだまだポクロウシクの危機は続くこととなります。ただ、どのレベルで戦場について語るかということについて、私たちは考えなければなりません。それは、国家全体での戦争の趨勢と、局地点での趨勢といったものは必ずしもリンクしないということです。例えばこれまでこのチャンネルではバフムトでの戦いやアウディーイウカでの戦いといったものを伝えてきました。この2つの町は東部戦線における重要な拠点としてウクライナ側で機能していましたが、ロシア軍によって占領されてしまいました。じゃあそれによって東部戦線が崩壊したかといえばそういったわけでもありません。そしてウクライナという国家も滅んではいません。これが戦場における趨勢と一方における国家レベルでの戦いの様子とはまた違う評価に変わるという点です。このような話をすると落胆する人はいるでしょう。しかし戦争全体の流れというものはまだまだ決定したものではありません。例えば重要な拠点が落とせているかといえばそういったわけでもないのです。ウクライナにとって重要な都市といえば首都キーウ、第2の都市ハルキウ、そして国際貿易港であるオデーサの名前が挙がるでしょう。これら非常に重要な都市についてロシア軍は落とすことができていません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。